とある神社のとこで狛犬とか大体こうやってさ鎮座してるやんか、魂入ったの俺何遍か見たことある。ああ見とるわーって感じ。皆さんこんにちは。こんにちは。あやさきラジオのお時間です。本日はもう夜ですよ。お腹いっぱいですよ。大丈夫？あれ中の吸った。気づかなかった？あれ気づかなかった。相棒です。相棒で。ピロピロピッポン。ピロピロピッポン。みんな連れてきた。ちょっと汚いな。焼肉がついてるな。本来白いはずなのにさ、焼肉の煙を吸ってちょっとベタついとるぞ。だってここでさ焼肉やったりする。そうだってここしかないから。ここしかないから。この子洗わんというかちょっとベタついてる。この子は大丈夫？わかんないだけ。わかんないだけ。だってそこら辺にはぬいぐるみ頭だけ黄色っぽいよ。絶対油やん。上におるハスキーとかやばいよ。なんか恨めしそうにさ、黒い方のハスキーはこっち見とるけど。いつかなんかプレゼントとかするんじゃなかったの？あれ配るの？これ焼肉集するよ。焼肉集するよ。配るのこれ。やばいよ。このぬいぐるみとして結構おるで。焼肉の匂い付きですって。ということでラジオでございます。はい。まあうちらのラジオは雑談なんでね、思いついたことと気になったことが一気に寒くなったね。マジでやばいね。夜死ぬかと思ったもん。マジ寒い。急にだよね。昨日の夜ぐらいからさ、もう暑いは寒い暑いは寒い言っとったのにさ、昨日ガクブルでさ、もうねちょっと電気毛布使ってます。冬どうすんね。足がさめっちゃ冷えてさ。それ硬いのもあるんだよ、冷え性って。昔も俺冷え性だった。小学や生姜食っとるやん。生姜朝作ってくれたやん。生姜チャーハンね。ニンニクチャーハンとかよくあるやん。スタミナチャーハンっつって、外行けんくなるやん。まあね。それもあってさ、で生姜ってやっぱ体にいいもんでさ、よく昔から俺生姜チャーハンって作ってたんだけど、よくよく考えればさ見たことないなと。ない。めっちゃうまいよ。うまいか。マジでうまい。今まで食べてきたチャーハンの中で一番うまい。そうかな。まあ俺は自分で美味しいっていうか食えるもんを作るだけだから。チューブじゃなくてね、ガチな生姜を使ってる。だからそのうちやるかなって。やるよ。さき食堂開幕だよ。止まってるよ。止まっとるけど。漬物で止まってるよ。漬物だけやね。でサブちゃんの方でね、あっちは料理特化型っていうかね、ほとんどあげてないけど1個は撮影したんだけどちょっと編集が間に合わなくて、頑張って出すんで。そう今ちょうどね本当に角川の直前ぐらいでさバタバタしてて、それ以外にもねちょっとうちは揉めじゃないけどで家のことでねちょっと揉めてるというか結構ねちょっとうつ状態に近い時もちらほらある。そうもう寝れずに夜中中愛知とね文句言い合いがね、これやばいなと思ってさ、このまま多分落ちてくとうつになるなって分かってね。とあるアニメじゃないけどさ、生殺養奪、要は命を相手に握らせとるような状態やんかうちら、ね、相手の一言でうちらの人生っていうかさ未来決まりそうなことがすごい不愉快。不愉快。本当にどんだけこっちが誠意を込めてもさ、相手の言葉一つでさうちらの行き先決まるっていうのはすっごい不愉快。まあ地位からしたらね。そう。愛知は不愉快っていう感情とはちょっと違うかも。違う？なんかしんどい、すごく。まあしんどいけどやることやってこっち誠意向けてるのに向こうの都合でじゃあなかったことねって。でもなんか温かみがないしなんか思いやりがないのが寂しいかなって。
なんかだからちょっとしんどい愛知は。そうだ、期待はするもんじゃないんだけど、ガチでうちらの人生に関わってくるその選択、うん、それを相手が握ってるっていうのがすごい嫌だ。そのお仕事とかだったらさ、もうそれが縁がなければ切ればいい話だけど、その切れないようなものがあってさ、でこれ決してもう一回言うけど角川さんじゃないからね。まだ変な勘繰りされるとあれだけど、角川さんじゃないからね。違います。違うの、全く別のやつでね、もうそれで連日さ、寝不足とそれだけで駆けずり回ってね、で話して説明してで一向に進まんのに口先だけあって話ちょっと来てくださいとか言われた。もうって感じだよね。ちょっと模範できてないし。ティーチこれ似合うね。こういう首のここまである似合うね。昔は俺こういうのばっかだったけどね。タートルちゃんで。いいね。首をこうやってやっとった。でこれでサングラスかけておるばっかり。サングラスある？サングラス焼肉まみれのサングラスある。焼肉まみれ。焼肉まみれのこれ、そこに焼肉まみれのこれ。いいよ、この時は電車の俺の周り人がいなくなる。ハンナリミンの方がいたら隣座ってあげてください。空いてたらね。空いてたら。うちの左は空いてないからね。ここね、愛知がおるから。愛知おる。右は空いとるよ。じゃあ右でお願いします。真ん中だとダメ？真ん中入る。まあ写真の時とかはね、よく写真いいですかって言われたら真ん中どうぞどうぞってやったりするけど、まあそんな感じで、ちょっといろいろ大変なのと落ち込みと、もう今から元気だよね。ちょっとから元気に近い。本当に。もう直前なんだよ。体調崩すとあれなんで無理しないようにしてるんだけど、11月始まっちゃうとマジで上がらなくなるんで、忙しすぎて今頑張ってます、ね、奮い立たせないといけない時もあるんだよね。じゃあやりますかね。はい。これは今まで答えたやつから抜いておきます。はい、では、はい。ちょっと俺夜ご飯でさ、やけどしちゃってさ、見た目そうでもないんだけどさ、がっつり熱湯がかかってさ、結構痛い。なで型だからちょっと乗らんわ。じゃあこれといとく？あ、いいね。貴族様はこうやってね、体の動きとかバランスとか取るんだよ。マジで？はい、呼んでください。本当にこれは取るんかい。40代女性。はい。モフフワさん。モフフワさん、モフっていいやつ？私の旦那さんもいろいろ見える人なのですが、ある夜に私が寝ている上に大きなクマさん。やばい、読み方なんだっけこれ。なんて読むんだっけこれ。見えない。犬、狂犬みたいなやつ。狂犬みたいなやつって何やねんそれ。狛犬。狛犬か。狂犬って。狂犬。狛犬でいいよね。いいよねと字見てないからわからんって。だから見えねえ。大きな狛犬がいて、私のことをずっと見ていたそうです。どうしたのと聞いても何も言わなかったそうで、数分後に消えたそうです。狛犬さんが守護的な存在であるなどあるのでしょうか？ガチのそういうやつが守護につくことはないけど、微生霊とかそういう力を持ったものが惹かれてそういう形になるものはある。願いを叶えよう、深層意識を問うからさ、言葉で言ってその微生霊ちゃんとかが叶えてくれるわけじゃないんやで。偽りのない純粋な気持ちを汲み取ってそれを具現化するから。だから日頃から金持ちになりたいわっつってもならない。心の底から本当に思ってるそれって、ね、それを汲み取るもんで、狛犬っていう要はもしかしたら名前からしたらモフモフ系が好きだもんで、でなおかつこういうものを見てくれてるってことはスピとか神社とかそういうものが好き。だって旦那さんも見える人って言っとるからね。で理解があるじゃん、ってことは混ざるよね。守護様イコールモフモフ好き。じゃあ何が一番近い？狐様かお稲荷様か、ね、狛犬かとか、そうすると狛犬かが出てきやすくなるよねって、この場合だと。
で狛犬自身がつくっていうのはなかなか難しいけどあり得る、正直。へえ。どこぞとは言わないけど、とある神社のとこで狛犬とか大体こうやってさ鎮座してるやんか、魂入ったの俺何遍か見たことある。へえ。ああ見とるわーって感じっへえ。ていうのはある。愛知とあるとこ行ってさ、お地蔵様がいっぱいあったとこにさ、お参り行ったとこ、たくさん並んどって、俺言ったよね、愛知で。これ魂入ってるって、お地蔵様って。あそこお参りに行ってお地蔵様が何十体かあったやんか、バーってあったやんか、それで俺が見とって、はいこの子入ってるって、この方入ってるって俺言ったよね。そのように狛犬でも全然あるっていう。まあそういうことか。たまたま狛犬だったかもしれないし。そうで、その狛犬が守護につくっていうのは、守護とは正しくないんだよね。見守るためについてくることはあるけど、守護は守護では絶対つかない。守護は一生一人だから、消滅はあっても交代だとかね、引き継ぎはないんやで、絶対。まあ守護のようにって感じだね。ようにつくっていう。だから万が一とかそういう風に見える方がいるやんか、守護とか幽霊見えるから、あなたは守護様2人います、3人います、それ違うんやで。守護様1人で2人は血筋とか関係者の人が未成仏でくっついてるだけ、心配だから。本当の守護は1人。いいえ、そこは履き違えたらダメだ、はい、増えないんで、交代もできないんで、もともとの守護様を大事にしてくださいと、そう結構答えになってだからこれを引っ張ってきたの。なんとなく目についたから持ってきた。狛犬ならぬひょうちゃん。はい、こういうのでなんかやっぱなんだろう、縁の糸が強くなって引っ張られる。すごいよね。次、はい。俺指痛いんやで。あ、そうだった。いや見た目大したことないんだけどさ、結構痛いんやで。がっつりやけどしたもんね。結構痛いんやで。予想外の。俺この後のお風呂が怖いんやで。左で。でもどっちみち温まるやん。確かに。40代女性さやもさん、はい、今回オリジナル推奨医療守りは購入できませんでしたが質問させてください、はい、今後もし同じような特典があってご縁をいただけた場合、こちらのお守りは死ぬまで持ち続けていいものなのでしょうか。手放すべきタイミングなどありますでしょうか。無知で申し訳ありません。教えていただけたら嬉しいです。効果的には3年、まあ5年持つけどまあ3年ですよって効果的な話はね、でも一生持ってていいかって言ったら別に一生持ってていいよって、単なる抜け殻だけど、っていうだけの話で、思い出として持っていただけたら、ね、でも世間一般的にはお守りっていうと1年ごとに変えましょうとかあるやんか、でもそういうわけではないからいいよっていう。持っててなんか異常が出るとかはない。ただ力が抜けたってだけで、抜けただけ、なんか持ってるとちょっと悪いことがあるとかはない。ないね、それはよっぽどない。単なる抜け殻になるだけだから。常に放出してる電池みたいなもんだから、守ってくれるエネルギーをこうやってバーって出してるようなもんだ、それがまあ3年は持ちますよ。通常運転で3年持ちます、長持ちで5年持ちます。でアホなこととかその変なとこ行けば一瞬でなくなるよっていうねそんだけのことなんで、一生持ち続けの問題ないよっていう。はい、まあ、なかなか忙しくてさプレゼントとかできなくてね、申し訳ないというか。そうだよね、またプレゼントライブとかね、50代女性たかにゃんさん、いつも拝見させていただいてます。お二人が大好きです、質問ですが、私は常日頃から小さいジップロックに塩を入れて持ち歩いています。塩を持ち歩いていると少し安心感があるので2週間に1度入れ替えてますが、魔女的な魔除けか、魔除的っていやえらい違いぞ、魔女的と魔除けだと。だってこれだから見えないと俺、魔除け的な効果などはあるのでしょうか。どこでも俺もう初めから言っとるけど、塩に効果あるかって言われたらはっきり言ったらないんやで。なんで塩かって言ったら、その験担ぎもあるんだけど、塩に力が宿りやすいっていうだけの話、物質の中で、だから能力者とかそういう人が力を入れれば塩でも全然効果あるよっていう。でも誰しもさ霊力はあるからさ、そうだからそれを思い込んで力をその願えば、それは力が宿ったことになることはある、当然、だからやらんよりはいいんじゃないの。やらんよりは全然いいよっていう。
その物質の中で宿りやすいもの、力が付与されやすいものがまあ塩があるかなっていうだけの話で、一番いろんな鉱石でも俺調べたんやて、ね、アクアマリンとかさ、ベルモットとか、もういろんなものを触ってさやったんやて。やっぱ水晶が一番持続と中に入りやすいんや。ものによっては抵抗があって入りにくいとかね、そういうのも全然あるんで、だからまあ誰しもさっき言ったみたいに力があるもんで、それをまあやると魔除けにはなるかなっていう、だからうちもね塩とかよく使うし、その家のね1日、神棚のやつとかも全然やっとるねっていう、じゃあ愛知が思いっきり念を込めてって言って塩を投げたら、ワンチャンそこにおった悪いものが弾かれることもある。まああるんじゃない。逃げてくとか。だってお相撲が特にそうじゃん。おー。で四股もそうじゃん。四股ってあれは大地の悪いものを踏み潰すっていう。汚れを踏み潰す。なるほど。昔からそういうのは全然ある。でそのスポーツ選手とかなんかに特化しとる人ほどそういう力が出るもんで、そういう人にお願いする。だから昔から言わないお相撲さんに赤ちゃんを抱っこしてもらうとその子はさよく育つとかいう風習があるんだけど、そのお相撲さん自体がやっぱそういう志を持ってお相撲さんになってるもんで、普通の人で絶対霊力や力は強いやんか。それが子供を思ってそういうことをすればその子は元気になる。それは理にかなるよねっていう。それが能力者かって言われたら能力者って言っても間違いはないと思う。ただ力が秀でて力士っていうことになってるけど、それも験担ぎと実益が重なってるからそうなってるねっていう。意味のないところに言葉は生まれないんやで。そこに欲が発せるから変なことで伝承されるだけであって、だから日本のさお相撲ってさちゃんと長年続いとるじゃん。でそういう儀式もちゃんとしとるやんか。だから意味があってそういう言葉も通じるって。だって普通から言われたらさ、お相撲さんにこうやって抱っこされて子供がさよりよく育つなんてさ科学的に考えてみ、ありえんと思う。でもそれが当たり前の常識だっていうことになっとるやん。まあ今の子たちはねちょっと知らないのかもしれないけど、そういうので力士のその四股の踏むのも力士のやるその型、雲龍型とかねシア縫い型とかそういう土俵入りの型があるやん。それも意味があっての型やん。その場を清めるとか。じゃあそういう儀式というかさ、やってる時って美精霊とかふわふわ舞ってんのかな。舞っとるとかあるよちゃんと。だから神社の例大祭とかそういうとこで俺たまに出たりすることもあるんだけど、おったりするし普通に。普段あんまり少ないのになんか今回は多いとか。そういうのは全然ある。だからもう一回念を押すと意味のない伝承はない。伝承されてるってことは何かしらの意味がある。でそこに人間の欲がどんだけ介在してるかしてないか。介在してなくてなおかつ伝承として残ってるってことは純粋な意味があるってこと。なるほど。ここが大きな違いだと思う。OK？ 勉強になった？なんか話はえらい飛んだけど大丈夫？えらい飛んだね。何にしてもさやっぱその自分が安心することがさ何よりだよね。なんか最近すごい身に染みたのがさ、昔めっちゃニキビできとったんだけどさ、結構1年前ぐらいまで結構ボロボロだったじゃん。でまだ赤いよとか結構言われとったじゃん。でも最近ないんだって。でなんかそのちょっとうつ状態になりかかってるとかさ、あるんだけど、それでも無理やりその趣味の時間を作るようにしてて、その米粉スコーン作ったりとかさ、ちょっとパン作ってみたりとかさ、その時間があるからストレスをわざと違う、ストレスをためない、ストレスをためない状態、発散できる状態が偉かろうが辛かろうが大変だろうが趣味に没頭できるっていう、そうすると安心するというかね、ちょっとは発散できてるのかなって。だから今全然肌荒れなくない？全然ない。ちゃんと触ったから大丈夫。
何にしてもさ、病気に関してもそうだけどさ、ほぼ 90% 近くがストレスなんだよね、どんな健康なことをやろうがなんだろうがストレスマックスでどんどん悪くなるんだよねっていう。水飲んでも限界があったから、やっぱ、無理してでもちょっと趣味の時間とか休むとか大事だなと思った。だから俺はこの後お風呂入ったらモンハンやります。お腹いっぱいでそろそろおしまい。そうね、そろそろかな。そろそろおしまいですか。ではなかなか忙しいので年末かけてね、皆さんも年末仕事の人も多いんだよね。俺はずっと仕事だったからさ昔。もうすぐ11月だよ。早えな。早いな。11月頑張るんだよ。11月1日からもう丸々忙しいんだよ。11月いっぱいで12月入ったらもう年末の準備だよ。早いな。早いわ早いわ。早いわ。でも11月はエチの誕生日だよ。そうやん。11月はエチの誕生日だよ。俺8月なんだけど、2人しておそらくコロナで死んでたんだよね3週間ぐらいね。これ誕生日会してないんだけど。してないね。だから合同パーティー、合同の誕生会やるか。誕生会ライブでやる？ライブ祝ってくれますか？ただ食べってるだけやけど食べってなんか食うだけやけど食う？うん。ケーキは何がいいかな。なんだろう。とりあえず唐揚げ山に住む。自分で作るんだよ。自分で誕生日やろって。愛知の誕生日やん。俺誕生日やってないでやったらどうしよう。まあとりあえずできたら11月ライブ、合同誕生日会報告会なんじゃそらやろうかな。だってさ、ハロウィンのさ、うん去年できてないじゃん。結局ハロウィンでその時も風邪ひいて死んどって、今年は今年でセミナーがあって結局やれないっていう。ちょっと無理やわ。どうすんのあれ、せっかく買ったのに。せっかく買ってお披露目どうすんの？お披露目寒いよ、あれ半袖だもん。あれ半袖だっけ、ハロウィンの衣装なのに。そう寒いの。どっかで見せるかもちょっと暖かくなったタイミングでやるかも。時期外れでまあこんな感じでちょっとね11月は忙しいっていう形でご理解いただけるとありがたいかなっていう、いろいろ報告できるとね、ええかなって。ってことでお風呂入りましょう。ちょっと結構お腹ポンポンなんだけどね、食いすぎたけど満足しておりません。でも質のいいもん食わんと満足しない。そりゃそうよ。だってね、サブ用で撮ったやつね、むっちゃ満足したわ。ちょこっとだったのに。ああ、ね、これ美味しいやないそれってことでお疲れ様です。お疲れ様です。無理やあー